皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカとウクライナとの間で行われていた停戦協議について、具体的な案が合意されました。30日間の暫定停戦に向けて、アメリカとウクライナは合意し、この案をもってロシア側と交渉を行うことが決定しました。両国の関係は最悪の状態だったのですが、そこから一歩前進したと言えるでしょう。今回はこの合意案についての解説を行っていきます。まず、サウジアラビアで行われた協議においては、アメリカとウクライナの交換協議が行われました。サウジアラビアには、ゼレンスキー大統領も前日には訪問し、皇太子との会談を行うなどしていましたが、今回の協議においては、ゼレンスキー大統領自身は参加しなかったそうです。今回の協議は、ウクライナ側としては、黒海周辺や、もしくはロシアによる前線を飛び越えたミサイル攻撃などについての停戦を提案するものとみられていました。一方においてアメリカは、それだけではなく、前線を含めた全般的な停戦を求めたとのことです。ウクライナとしては、前線を含めた停戦の場合においては、そもそも誰が監視するのかといった具体的な問題点が発生するため、当初は考えていなかったそうです。しかし、アメリカ側からの強い打診により、今回の提案を受け入れたとのことです。アメリカ側は、停戦後における安全保障をウクライナに対して何か保証するわけではないものの、少なくとも停戦の合意をロシア側と行うことができれば、ロシアに対してその約束を守るようにと働きかけること、それ自体はウクライナ側と考えが一致したそうです。これは従来よりも少し前進したものだと言えます。また、アメリカ側が要求したこの30日間の暫定停戦については、両者の合意に基づいてさらに延長することができるものとし、決して30日間だけというような話ではないという部分も付け加えられています。アメリカ側の要求をウクライナが飲んだといったような内容となっていますから、アメリカのルビオ国務長官は、アメリカとウクライナとの間では停戦に向けた合意がなされた。次はロシアがこの停戦案について決断をすべきだとして、ボールはロシアへ渡ったと発言しています。アメリカ側は今回の合意案を評価しており、ウクライナに対する軍事支援を再開、また情報支援についてもまだ一部止まっていたものも含めて全面的な支援を再開しました。そして今回議題の主題ではなかったものの、ウクライナとの間における鉱物資源取引について正式な調印式を行うものとして協議を再開。ただし内容案については、ほとんど交渉が終わっており、以前と大きく変わらない内容で資源取引については調印を目指すそうです。また一部報道ではあるものの、改めてゼレンスキー大統領をアメリカにもう一度招待するといった話も流れています。今回の合意案については、良い点と悪い点があります。まず第一にウクライナ側は様々なものを諦めた部分があります。それは、停戦合意がなされた後に誰が安全を保障するのか、その部分についてアメリカの関与は残念ながらしっかりと引き出すことはできませんでした。例えば、アメリカ軍が一部停戦監視団に入るといった内容です。ただし、外交的には停戦状態が保たれることを監視する点について、アメリカの関与はある程度引き出しています。ただし、このような第三者的な関わり方では、あまり役に立たないといった点については、ウクライナは我慢するしかありませんでした。また、いつもこの件についての報道では全く触れられてはいませんが、これはあくまでも停戦案であることから、ロシアに対する戦争責任などについての言及は一切こういった話し合いの場では出てきません。ロシア軍によるウクライナ侵攻に伴って、民間人に対する殺害、拷問、誘拐など様々な戦争犯罪が発生しているのですが、主要議題として上がらないのは非常に理不尽だと私は思っています。ただ、そうした我慢を受け入れざるを得ない理由というのが、少なくともトランプ大統領の強い圧力が原因となっています。軍事支援や情報支援などを完全に閉ざしてしまうといった行為は、ウクライナの継戦能力を大いに奪うものです。以前の解説動画で述べましたが、軍事支援の約 50%、前線で使われる砲弾についても、未だにアメリカの支援は4割程度を占めており、これらについて全くなくなってしまうというのは、現在の戦況に非常に大きな悪影響をもたらします。ですから、ある程度、アメリカの要求は飲まざるを得ない部分があるわけです。
トランプ政権はロシアに対する圧力を強めてはいませんから、基本的にはウクライナに対する支援を減らすことによってウクライナに言うことを聞かせるといった形で交渉のテーブルにつくようにと手を尽くしました。ですから今回ウクライナが合意したのはある意味苦渋の決断だと言えます。今回の合意に関してヨーロッパ側は自分たちが全く関われなかったことについては、引き続きアメリカに対して自分たちも協議に加わらせてほしいといった要望を出し続けています。しかし、合意がなされたことそれ自体は評価しています。今回の協議が行われる前の段階においては、アメリカからウクライナに対する支援が完全に途絶えている状態だったのですから、それよりはずっと状況が良くなったわけです。では、ボールはロシア側になったと言われたそのロシアなのですが、政府の反応と戦争推進派の Z ブロガーの人たちの反応は異なっています。まず第一にロシア側は今回の一件に関して近日中にもアメリカの高官をロシアに受け入れて協議を行うことを発表しており、トランプ大統領との電話首脳会談についても近々行われることを示唆しています。ただし、ロシア側からの要求としては、アメリカが受け入れることができないかもしれないといった内容も含まれています。例えば、ロシアはこれまでの間にウクライナの東部南部4つの州に対して、もはやこれはロシアの領土であり、ロシアの領土に関しては他の国に渡すことは決してないといったことを憲法の中に書き加えています。余談なのですが、これに伴って北方領土についても日本が何を言おうとももはやロシア領であり、日本側が北方領土については日本固有の領土だと言っているのは単なる言いがかりに過ぎず、決して返すことはないと明言しています。そしてこのロシア領であるといった考え方をもとにして、今ロシアが飲めないであろう要求をしているのは、まだ占領していない、もしくはウクライナ軍がすでに奪還した地域についても、ロシア領なんだからウクライナ軍は撤退せよと要求しているところです。例えば東部戦線であれば、反撃作戦によってクピャンスクやリマンなどをウクライナ軍が奪還し、今も保持しています。また南部戦線においても、ヘルソン州においては、州都ヘルソンはウクライナ軍が奪還し、今も保持しています。しかし、ロシア側の言い分としては、それらの地域については、もはやロシア領であると宣言した後なのだから、ウクライナ軍がそこから立ち去って、ロシア領として引き渡せというような申し入れを行っているというのです。このままであれば当然のように、議論は平行線で、30日間の暫定停戦といった話は合意しようがありません。ただし、プーチン大統領はこの30日の暫定停戦について受け入れる可能性はまだあると見る人たちもいます。というのも、トランプ大統領から見た場合において、誰がこの停戦を拒んでいるか妨害しているかといった点について、悪役というものが入れ替わるからです。従来トランプ大統領は停戦協議を阻んでいるのはゼレンスキー大統領であり、ゼレンスキー大統領がまだ戦おうとしているからこの戦争が続いてしまうんだといった形で、ゼレンスキー大統領をこの戦争における犯罪者だとみなしていました。しかし今の段階においてはその話は一旦忘れて、トランプ大統領の示した停戦案にゼレンスキー大統領が従ったので、今度はロシア側に話を持ち込むという話になっているわけです。つまりこの段階においてプーチン大統領があれこれ条件をつけてアメリカの示した停戦案を蹴った場合においては、今度はプーチン大統領がトランプ大統領から批判される立場になってしまうわけです。これまでプーチン大統領は自分たちこそが平和を望んでいるのに、ウクライナが抵抗しているから悪いんだ。この戦争が続くのはゼレンスキー大統領が悪いといった話をしてトランプ大統領と合意できていたわけです。この点について全く立場が変わり、戦争が続くのは今度はプーチン大統領が悪いといった具合にしてトランプ大統領の意見が変わってしまう。その場合においてはアメリカが本格的にウクライナを支援する可能性が出てくるわけです。そういったこともあってロシア国内の戦争推進派の人たち、Z ブロガーの人たちはアメリカに決して騙されるなといった形で今回の停戦協議案に対して批判的な声を上げています。もしもこの30日間の暫定停戦といったものが成立した場合においては、ウクライナはその間にアメリカはどうかはわからないが、少なくとも EU からは軍事支援が行われ始める、そういった十分な準備期間になるとして警戒しています。特に彼らの視点としては攻め込む側の考え方ですから、停戦がなされている場合においては前線において
ウクライナ軍の陣地がより強固なものとして造成されるといったこともありますし、地雷の敷設などについてもかなり進んでしまいます。ですから、たとえトランプ大統領に敵視されたとしても、それはそもそもバイデン大統領の時から変わらないのだから、ここで安易に停戦協議に乗るなとプーチン大統領に対して提言を行っているところです。果たしてプーチン大統領が今回の30日間の暫定停戦に対してどのような反応を見せるかは、これから米ロの首脳会談を通して様子を見ていくとしましょう。続いては、アメリカのトランプ政権が日本を含めて全世界に対しての関税政策を発動させました。アメリカ経済の行方は日本にも影響をもたらすものですから、合わせて見ておきましょう。アメリカ、鉄鋼アルミ関税を発動。日本も対象。一律 25%。対カナダ 50% は取り下げ。トランプ政権は鉄鋼とアルミニウムへの 25% の関税措置を発動した。すべての国からの輸入品を対象としており、日本製も含まれているとみられる。第2次トランプ政権発足後、日本への関税強化は初めて。アメリカ政権は同盟国への関税措置も辞さず、国内の産業保護を優先する姿勢を鮮明にした。トランプ氏はカナダ産については税率 50% に上げると一旦表明したが、同日中に取り下げた。アメリカの鉄鋼アルミ関税に反発したカナダ・オンタリオ州がアメリカに供給する電力を 25% 値上げする予定だったが撤回。トランプ氏も関税を 50% へと倍増させる対抗策を取りやめた。鉄鋼アルミ関税をめぐっては、第一次トランプ政権が2018年3月、大量の輸入品が安全保障上の脅威に当たると認定し、鉄鋼に 25%、アルミに 10% の追加関税を課した。バイデン政権も維持したが、2022年4月に日本製鉄鋼に対する一定の無関税枠を設けるなど、例外措置を導入していた。12日から導入する関税措置は、鉄鋼について日本などに適用していた例外措置を停止。アルミニウムについては税率を 10% から 25% に引き上げる。日本からは今回の関税措置に対して協議を繰り返して何とか例外措置を設けてもらえないかと嘆願するようです。一方において EU は不当なものであるとしてアメリカの製品に報復関税を発表しました。欧州委員会はアメリカによる鉄鋼などへの関税措置を受け対抗措置を発表した。トランプ大統領の第一次政権下で発動したアメリカ製品への報復関税を4月に復活させる。これに加えて新たな対抗措置の発動を検討し、4月中旬までに導入する方針。合計で約4兆1000億円相当のアメリカ製品に課される見通しだ。EU は鉄鋼とアルミニウムの輸入制限を2018年に発動したアメリカに対し、二輪車やウイスキーなどを対象に報復関税を課した。バイデン政権下で通商紛争は終結し、今年3月までを停止期間としていた。なぜ全世界対象にして関税をかけるのか。そこにはトランプ大統領の考え方が大きく影響しています。例えば、アメリカの大統領報道官はこのようにして関税政策について説明しています。関税とは外国に対する税であり、アメリカ国民にとっては減税となります。と、このようにして説明したのです。しかし、大統領報道官のこの発言に対して記者からは、いやいやそんなわけはない。関税とは輸入業者が支払うものであり、その支払ったお金は結局商品に上乗せされる形となり、アメリカの国民が高い商品やサービスを買わざるを得なくなってしまう。大統領報道官、あなたの言っていることは間違っていますよと指摘したのです。しかし、これに対して大統領報道官は、あなたの知識はどうかは関係ないし、また私の知識を試すようなことを記者会見の場で述べるべきではないとして意見を突っぱねました。大統領報道官が根っからそのような考え方を持っていたかはわかりません。少なくとも外国に対する税であるというような説明はトランプ大統領が行い、そのトランプ大統領の考え方に従って政府職員や閣僚らトランプ氏の取り巻きはそのように説明しなければなりません。トランプ大統領は関税をかければかけるほどそれは外国に対して罰金のようなものであり、アメリカ国民にとっては減税措置になるんだというような趣旨のことをこれまでも発言しています。もちろんその発言のたびにいやいやそんなことは間違っていますよと必ず注釈がつくのですが、トランプ大統領やもしくはその支持者の人たちは全くそのことを意に介しません。この誤った認識については、おそらく政権が終わるその時までずっと持ち続けるのかもしれません。ちなみにこのような考え方を持って関税政策を行っている関係で、日本に対しても強く関税政策をかけるぞとい
いう伏線となる話はこれまで出始めています。その一例としてよく挙げられるのが、日本の自動車に対しても、いずれは強い関税をかけるであろうといった話です。トランプ大統領は日本に対しては、アメリカの貿易赤字を作り出す源だとして強く非難しています。日本とアメリカでは条件が異なっており、しかもそれがアメリカにとって不当なものであると指摘しています。ただし、客観的な話として言えば、アメリカから日本に対する自動車の輸出に関しては関税がかけられていません。0% です。一方において、日本からアメリカに車を輸出する際には 2.5%。間違いなく今は日本の方が関税はかけていない状態です。ところが、トランプ大統領は日本が関税ではなく関税以外のもので障壁を設けてアメリカの車を買わないようにと邪魔しているんだと指摘しています。まず第一に、日本においては消費税があるがアメリカにはないといったことを述べています。アメリカにおいては統一した連邦での消費税や付加価値税といったものがありません。各州において独自の税金といったものはあるのですが、それらは統一したものではありませんから、日本の方がより高い税金をかけているんだというような話をしています。その点については確かにその通りなのですが、しかしそもそも論として日本車とアメリカ車を比べた場合において、燃費では圧倒的に日本車の方が良いですし、日本の交通事情からしてもアメリカの車が得意としているピックアップトラックのようなものは一般的な車ではありません。日本の市場に合わない車を売りつけようとしているアメリカというのは全く傲慢で売れない理由そのものです。しかし、日本からアメリカに向けての自動車輸出は額にすると6兆円を超えるものであり、アメリカにとって貿易赤字を生み出す原因となっています。トランプ大統領としては、無理やりにでも口実を作って日本に対する強い関税をかけてくる危険性は十分あり得ます。なんだかんだ言ってトランプ大統領の言動は現在の世界情勢に対する影響力をかなり強く持っています。そのため、総理大臣が国内で忙しく動けないといったことを考えると、せめて外務大臣だけでも国会に張り付かせることなく世界各地を飛び回らせて少しでも日本外交を展開してほしいと思ってしまいます。皆さんは今回の動画でどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。また情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。